どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回はアルカディア零式ヘビー級4層前半の解説動画になります。早期攻略動画のため、大砲が固定される前の一例としてご活用ください。まずマーカーはご覧の通り。ギミックの流れは、このような図解で直感的に把握できるように解説していきます。それではよろしくお願いいたします。フィクサー・オブ・アルカディア。とても痛い全体攻撃です。軽減をしましょう。4層は被ダメージが1段上がるので、ギミック予習に加えて、軽減の入れどころも意識して挑んでください。特に初見、練習段階は、軽減が薄いだけで処理が安定しにくくなるので、ここはしっかりいきましょう。リーサルスカージ、弾処理。このギミックは、左右に分かれて弾を順番に受けていきます。まず、ボスがリーサルスカージを詠唱すると、ボスの左右に弾が出ます。出現パターンは、左右に1つずつ、もしくは片側に2つまとめて、この出現が4回あり、合計で8個の弾が出ます。詠唱が終わると、最初に出た2つがプレイヤーに向かって飛んできて、円範囲攻撃になります。その後も、出た順番のまま2個ずつ、合計4回来るという流れです。弾処理で見るのは、2つだけです。1、弾の色。緑はヒラ DPS が1人で受ける。紫はタンクが受ける。2、弾が右か左か。右の弾はボス右半面で一番近い人。左の弾はボス左半面で一番近い人。つまり、自分が立っている半面の近い人に飛びます。だから処理は最初から左右で役割を分けます。西、MT 組。東、ST 組。それぞれのチームで弾を順番に受けていきます。基本の順番は、ヒラ、近接 DPS、遠隔 DPS です。自分の番が来たらボスの竹さ内に入って弾を受け、終わったらすぐ横に抜けます。紫弾だけ注意することがあって、紫弾は必ず片側に2つ出ます。タンクは自分側に紫がなければ反対側へ移動して遠隔と交代します。交代後の担当。交代した遠隔は最後の緑弾。交代したタンク、2つ目の紫弾。つまり、反対側に行ったら最後尾に並ぶっていう感じです。処理は変わらず、順番通りに1人ずつ受けるだけです。細胞付着、前期。ここは無機指定の奥義範囲と3回か頭割りを、円範囲を捨てながらアンチを見つけて処理するギミックです。詠唱完了で、全員に紫デバフがつきます。同時に体の前後左右のどこかに赤い細胞がつきます。紫デバフが切れると、この赤い細胞の向きに奥義範囲が出ます。なので最初は、どの方向についたかを確認することが一番大事です。まずは着弾するときに、小さく3回して必ず自分の向きを見てください。同時にもう一つデバフが来ます。実は紫デバフと同時に、ロールごとに3回か頭割りのデバフもつきます。ここで大事なのは、自分のデバフを見て黄色い円デバフがついたら3回、ついてなかったら頭割りです。これだけ覚えておけば OK です。実際に見ていきましょう。小3回してデバフを確認したら、左前に集合します。足元に円範囲が4回出るので、ボスサークルに沿って、北西から時計回りに、みんなで同じ場所へ捨てていきます。円範囲を捨てている間に、左手の竜が伸びてきて、フィールドの東または西から奥義範囲を打ってきます。半面が潰れるので、円範囲を捨て終わったらアンチ側へ移動します。アンチの判断は、腕がまっすぐ伸びたら腕の付け根側がアンチ。腕が斜めになら腕がない側がアンチ。最後にデバフ処理。アンチに入ったら、赤い細胞の奥義は外側へ向けます。この配置は赤い細胞の奥義範囲と同時に、3回か頭割りを処理できる配置になっています。この配置なら、メレーは全員殴れます。細胞が降ってきた位置から、大きい円範囲が一斉に爆発します。この結果、フィールドには左右に2箇所のアンチができます。同時に、頭割りとタンク強攻撃が2つ来ています。タンク2人は反対側のアンチへ移動。残りのメンバーは、竜頭が出ていた元のアンチを使います。これでタンク強と頭割りを分離して安全に処理できます。重ねるタンク強は特に痛いので、しっかりバフを使って耐えてください。フィクサー・オブ・アルカディア。とても痛い全体攻撃です。かなりしっかり軽減をしましょう。
細胞付着、中期。ここは、千切りと豆腐煮を回転するボスの中で同時に処理するギミックです。まず最初に、やることを短くまとめます。千切りは1234。豆腐煮は3412です。まず何がつくか。詠唱完了で、ロール別にアルファ、ベータのデバフと1から4の番号がつきます。一定時間後、同じ番号のアルファとベータが線でつながり、アルファは外に出て線を切り、ベータは反対側へ走ります。線を切ると、自分中心に小さい円範囲が出ます。さらに、ベータは線を切った場所に細胞を出し、そこが塔になります。アルファの人が見るのは、自分の番号とフィールドに降ってくる細胞の出現順。1234の順で線を伸ばして切り、フィールドに降ってくる細胞の出現順に3412の順で踏みます。アルファが踏む細胞は、内側に1つ目、2つ目、外周側に3つ目、4つ目が落ちてきます。特に3つ目、4つ目は順番を見失いやすいですが、ここには法則があります。南北で見た場合、1、3の奇数と2、4の偶数はそれぞれ同じ方向に落ちてきます。なので、内側に落ちた2つを見るだけで、外周側も判断できます。この見方、ぜひ覚えておいてください。ベータの人がやること。ベータの人は、アルファが外に出て線を切るときに、内側で最大距離を取る。これがまず大事です。線を切ると、ベータはその場に細胞を出し、塔が派生します。この塔は、2つ番号がずれたベータが踏みます。この場合だと、1ベータが線を切ったので、3ベータがその跡地の塔を踏みます。それでは、実際の流れを見ていきましょう。まずは自分のデバフがアルファなのかベータなのか、そして番号が何番かを確認します。次に、アルファが踏む細胞がフィールドに落ちてきます。ここから、ボスがぐるっと回転して、出口が1つあるギミックに入ります。まず出口が2回回転し、3回目から線切りがスタートします。1番線切り。3番塔踏み。2番線切り。4番塔踏み。3番線切り。1番塔踏み。4番線切り。2番塔踏み。最後は2番が踏んだ塔の前に出口が来ます。そこから全員で外に出て終了です。スプラッターシェット。全体攻撃です。軽減をしましょう。細胞付着、後期。ここは自分の付着した細胞の向きを見てアンチに入り、バインドされながら塔を踏むギミックです。詠唱完了で分散細胞という赤い細胞がつきます。この細胞は前期のとは別物で、効果時間が終わるとバインドされ、赤い細胞の向きの先にいる人の足元に塔を出現させるというものです。タンクヒラと DPS のロールごとに前後左右の細胞が1人ずつつきます。赤い細胞が見やすいように軽く3回します。そして自分の細胞の向きを確認したら、細胞が中央に向くように東西南北に移動します。その後、フィールドに小さい円範囲がいくつか出て、そこから竜が出現します。胴体の下の床が抜けて、フィールドが十字に4箇所残るパターンか、X 字に4箇所残るパターンになります。判断の目安は、北西の角もしくは南西の角に円範囲があれば十字床、なければ X 字床です。一旦十字に待機しておいて、X 字なら時計回りに移動しましょう。十字と X 字の床の立ち方はこの図の通りです。この立ち方をすると、バインドされた状態でも、お互いが出した塔を踏める位置関係になります。床が抜けてからバインドされるまで少し猶予があるので、最初から端を狙わず、床が抜けてから調整すると安定します。塔踏みが終わると、床が一部復活し、竜の頭が2箇所に出現します。ここは、西の竜、MT、東の竜、ST がそれぞれ無敵で直線攻撃を誘導します。その後、竜の頭から遠い3人を対象に円範囲が来るので、このように3回して受けます。タンクは無敵が残るので、そのまま3回に参加します。フィクサー・オブ・アルカリア。とても痛い全体攻撃です。軽減をしましょう。細胞付着、中期。このギミックは、先ほど処理した X 字、十字床をそのまま使って続けて処理します。詠唱完了で、ロールごとにデバフがつき、同時に全員の足元に円範囲が出現します。黄色い円デバフは前期と同じで3回です。
紫デバフはこの後ボスの手から来る竜のブレスにわざと当たることで解除します。まずは、円範囲を左上から固めて捨てていきます。全員で同じ方向にまとめて捨てることで、この後の移動がしやすくなります。5個目の円範囲を捨てたら、次は竜のブレスです。円範囲を捨てながら、ニョキニョキ伸びる手の方向を判断しましょう。黄色デバフはアンチで3回、紫デバフは範囲に当たるように3回です。ブレス後はすぐ中央に集合しておきましょう。ここでは、DPS とタンクヒラが線で結ばれます。デバフが変わったらタンクヒラ、西へ、DPS、東へ移動して線を切ります。ただし、線を切るときには小さい円範囲が出るので、被らないように3回してください。線切り直後、細胞の大きな円範囲がすぐ爆発します。余裕がないので、線を切ったらすぐアンチへ移動します。ここはスプリント推奨です。アンチに行ったら LB3 タイミングです。スプラッターシェット。全体攻撃です。軽減をしましょう。リーサルスカージ、弾処理。これは序盤に出てきた弾処理と全く同じなので、ここでは説明を省略して早送りします。処理方法は変わらないので、左右、順番、色の確認だけ忘れずに対応してください。スロッターシェット。かなり痛い全体攻撃が来るので、しっかり軽減を入れましょう。全体攻撃の後、フィールドにいくつかの細胞が降ってきます。後に大きな円範囲を派生。直後にロールごとに頭割りか3回の頭上マーカーがつきます。これを見やすくするためにあらかじめタンクヒラが北寄り、DPS が南寄りに集まっておきましょう。細胞の大きな円範囲は、フィールドの右前と左前にアンチが2つできます。片方はかなり狭いアンチになっているので、狭い方を頭割り組が使いましょう。ここは落ちてきた細胞をあらかじめ見ておいて、感覚的に狭い方と広い方を判断しておきましょう。そして頭割りがこっちへ行くんだなーって思っておきましょう。この処理をしている最中に、ボスの手が1本ずつ、合計2本生えてきます。ここは生えてきた手の種類と順番を見ます。太い手は生えた順番で反面攻撃が来ます。普通の手は生えた方の角から順番にノックバックが来ます。あとはこれを3回繰り返して時間切れになります。ボスの太い手が向かって右、左と生えていましたね。なので、反面範囲が右、左の順で来ます。この場合アンチは左、右になります。スロッターシェット2回目。全体攻撃です。軽減をしてください。この回は狭いアンチが右前です。頭割りがついたので、まずは右前へ移動します。今回は普通の手が向かって左、右の順で生えています。つまり、左、右の順でノックバックです。頭割りを処理したら、すぐ左へ移動してください。この時は、この床タイルを目印にすると分かりやすいと思います。スロッターシェット3回目。全体攻撃です。軽減をしてください。ここは狭いアンチは左前です。頭割りがつかなかったので右前で3回します。今回は太い手が向かって右、左に生えています。なので反面攻撃は右、左、アンチは左、右です。この後時間切れになります。LB が1本溜まっているので忘れずに打って終わりましょう。時間切れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。